こんにちは。三つ穴熊服飾図書館 PR 担当のえりぐりです。館長の三つ穴熊です。大阪の北浜にある服飾に特化した図書館の三つ穴熊館長と一緒に、服飾のことはもちろん、社会や文化、哲学など、ささやかなことからどうでもいいことまでいい加減に考えていくポッドキャストです。毎月月末のプレミアムフライデーの朝7時頃に配信します。お便りも募集しています。概要欄のメールアドレスへお気軽に送ってください。万博行ってきましたか？はい、それがね行きましたよ。ついにね僕も万博にデビューしたわけですが、はい。万博の感想を聞きたいですかね。はい。まあ、もう結論から言うと、うん。関西の人は、関西も広いからちょっと兵庫県の北の方の人はちょっと行きづらいかもしれないですけど、関西で、アクセスが割と行きやすい人はみんな絶対行った方がいいと思います。おー。パビリオンに入れなくたとしても行った方がいいと思いまはい。す。入れなくても。入れなくてもなんかね、入れなくても見るとこがいっぱいあるんですよ。へえ。並ばなくても入れるとこいっぱいあるし、うん。で結構印象的に残ったって言って、これを言うとすごい壮大なものをみんな考えちゃったら困るんですけど、なんだろう、コモンズ、あ、古文図鑑はある。そうコモンズ館の中にコソボのこそぼ。コソボってうん。どこら辺中央ヨーロッパって言ったらいいのかな、それとも東ヨーロッパになるのかな、うん。あの辺りのとこなんですけど、うん。コソボのデザイナーさんの服がうん。飾ってあったんで、それうん。は良かったし、ちなみにそのデザイナーさんのインスタも良かった。おー。でコモン図鑑はそれを見ていただければいいかなと。コモンズの A から E までありますよね。P3 って書いてあった気がするんですけど全然ね。違う。わかんない。わかんないコソボがけど、あるとコソボがころね。あるとこ、へえ。そこはすごい良かったですね。あとなんだっけあれ、キルギス、キうん。ルギスもそこに近くにあっうん。うて、ん。キルギスの古文図鑑も良かったです。服飾的に。服飾的にもなんか可愛かった、普通へに。あとキルえ。ギスに行ってみたくなります。へなんかえ。謎のディスコミュージックみたいなのがキルギスの大自然の中でうん。奏でられてて、なんだろう、丸いキーボードみたいな、円形のキーボードみたいなのをこう弾いてたのとかが面白かったな。へえ。じゃあ古文図鑑を中心に回ってきたんですか？ なんか入れるとこに行ったんで、なあるほど。とパビリオンって言っていいのか分かんないですけど、なんか普通に素通りして入れるとこもいっぱいあるうし、ーん。なんか森みたいなとこもあるんで、うん。見るものはいっぱいあるし、あとご飯が高い問題っていうのが皆さんあったと思うんですけど、ほうほ高くなかったです。う。へえ。例えばまず安く済ませようと思ったらコンビニエンスストアがあります。わざわざ万博まで行って。ただね、なんかね今日知ったんですけど、うん。今日ってか昨日かな知ったんですけど、ファミリーマートのうん。最新のコーヒーマシーンが7年ぶりにコーヒーマシンを刷新したらしいんですけど、それの最新機種が今どんどん増やしていくらしいんですけど、関西にはおそらく万博の中のファミリーマートしかないと思うんですけど、だから美味しいコーヒーがいち早く飲める可能性がある。そのコーヒーがだからなんか万博っぽい世界的な豆とかいうわけではない。ではないんじゃないですか。それちょっとファミリーマートさんに問い合わせしていただいたら、東京にはあるらしいですけど、東京あとの一部と関西は大阪万博にあるけど、それ何日か前の話だったんで、もうどこかにも大阪にもあるかもしれないけど、なんかそれがいけるっていう。せっかく万博行ったんだったらその万国博覧会的なご飯を食べた方がいいんじゃないの？万国博覧的なご飯を食べたかったんですけど、例のごとくはい。何の下調べもしずに行っているので うん。どこに何があるか分かんなかったんですよね。あただホットドッグが1700円って書いてて、1700円2000円、ね、1700円ぐらいだったと思うんですけど、ー。う1600ん。円だったかもしれないけど、うん。高っと思ったんですけど、それ頼んでる人を見たらめちゃくちゃでかくて、あ2人とか3人で食べても、なんかこう食が細い人だったら3人ぐらいでもお腹いっぱいになるんじゃないかなっていうようなホットドッグだったんで、ー。うん。意外にご飯が高い問題は解決できるというあか、そんなことはなー。かったですね。
親戚がこの前行ってね、はい。ベトナム料理食べたらしいんですけほうほうど、ほなんか1000円以下ぐらいでめっちゃ美味しかったってう。言ってましたよ。なんあ、かそんなどこにあったんだろう、そんなそうの。なんか他全部なんかすごい行列で、ベトナム料理うん。だけスカスカだったけどめっちゃ美味しかったって言ってたから、ベトナム料理行っなるてください。ほどね。あ、いいですね。だから、なんかね、パビリオンを楽しむっていう楽しみ方もいいと思うんですよ。アうメリカ館とかん無限に並んでたうんうし、ん。なんかポーランド館は割とすぐ入れたけど、ほなんか、まあすぐ入れるとこ本当にいっぱいあるんで、それはいいんですけど、でもね、パビリオンを見に行く、中を見に行くというよりは、なんか雰囲気を楽しんでほしいなと思って、なんかやっぱ高揚感はありますよ。やっぱりなんかやってるなっていう。うなんかやってるな。なんかもう駅に着いた時におなんかやってんなみたいな高揚感はあるんで、あーそれが僕がなんか考えたのは、僕ね昔の人の話聞くの好きなんですよ。昔うんのうんなんか子供の頃どうだったかとか、うん年いった人のなんかそれをこう考えちゃった。うん40年後にああそういやあの時はああいうそこに行ったなっていうのをある程度たくさんの人が行くんで、それ共有できるし、うん多分何回もこすられると思うんですよ、テレビとかで。テレうんビなんでネットとかでもいいや、万博っていうものが。でそのこすられた時になんか共有できるっていうのはいいのかな。歴史を共有するじゃないけど、そういう感覚がなんか嬉しかったです。なるほど。僕だけかな、その楽しみ方するのは。いやわかんない、昔の人の話聞くの私も好きなんでね、うん、ほりはほり聞くかあ、ら、割とそ年上の人とは仲良う、くなれるんだけど、じゃあね行った方がいいと思います。別に万博。私だから年取った人の話聞いたらいいから、別に私は話さなくていいいんだよ。やいや、なんか共有ができるんで、やっぱりなんか歴あ史共有できると思います。老人ホームに入った時にね、そう、行った行ったみたあ、いな。いたいた。ポーラあンドか、なんか変な回ってたよねみたいな。あれ何だったんだろうみたいな。いやもう春日の話とかしといていいんじゃないいもう私の世代は。いや、春日より万博行ってるのが多いんじゃないかな。そうかもうそんなことな。ないから、全国的に見たら。い文化祭で春日踊った人の方が多そうだよ。や、そんなことはないでしょ。さすがに踊ったまでは、見たまでは入れると結構多いかもしれないいやけど。踊ってたよみん踊っな。てたね、みんな懐かしい。い踊ってた。やあとなんか言いたいことあるかな。本当にね、パビリオンとか予約せずに行っても絶対楽しいんで、どうしても入りたいパビリオンがある人は予約してから行った方がいい。予約しないと入れないパビリオンもあるんで、落合陽一館とかね、うん。建築好きな人も行った方がいいですよ。あのパビリオンの館を建物あをなんかリングの上から見るのもいいし、なんかそれ言ってた親戚うんが熊健吾が好きで、うん、なんかそれ目当てで行ったって。熊健吾何をやってんの、どこに。忘れなんか何巻か何巻かやってるってあ、そう23個、なの、うん、あ、そうなんだ。言ってたよ。リングもいいっすよ、マジで。へえ。リングいいです。具体的に言うとリングがいい。上登ったんですか？上登りました。あ、なんかあね、今なんかこうレジオレラ菌みたいなやつ、レジオネラ菌ね。うん、水上噴水パーティーみたいな、パーティーじゃないな、うん噴水ショーみたいなのがあるんで、そこにプロジェクションマッピングでなんかやったりみたいなあるんで、うんそれとかもタダで見れるんで、だからレジオネラ菌がうん、マシになったら再開するってこと？多分なんか薬か巻いてなんか一回収めたらすぐまた再開するんじゃないですかね。なるほどね。てな感じで皆さん万博にぜひぜひ行ってください。ということで以上万博レポートでした。こんにちは。今回はね、皆さんお待ちかね、三ツ穴熊服飾図書館最大の謎に迫っていきたいと思います。覚悟はいいですか？はい。最大の謎なんかあるんですかね。なんで三ツ穴熊ファッション図書館じゃなくて三ツ穴熊服飾図書館なのか、あ、聞いていきたいと思います。さすが鋭いとこにね、目の付けどころが違いますね。いやいやいや、ね、ファッション図書館、ファッションうん図書館とかでね調べると、うん神戸のファッション美術館にある図書館うんか、うんここが検索に引っかかるらしいんですよね。そうですね、大体。ね、で2つ出てきたからここに来たんですって言われて謝ったことがありますよ。あまりにも規模が違うんで
や本当申し訳ないって言った思い出があるんですが、へえ。ね、じゃあちょっとその謎についてちょっと語らせていただくんですが、お願いします。一応意味があるんですよね。ファッションうん。っていう言葉使ってないっていうか、僕実はあんまりファッションで使わないんですよ。うんうん服飾っていう言葉をたくさん使ってて、うん。全く使わないわけじゃないけど、あんまりファッションって使わないんですね。うんうん。でその理由っていうのが、ファッションっていうとなんかなんていうのかな、表面みたいな意味もあるし、でファッション何々みたいな、うん。昔なんか流行った本でファッションパンク入門みたいな本がありましたけうんど、うん。だからこう表面だけで浅いやつみたいなんでファッションっていう言葉を多分使うと思うんですけど、まあ、にわか的なにわか感じの意味みたいな。ですね。でもそれはね、僕もちょっとあんまり嫌だなと思うわけですよ。割とファッションをちゃんとやってる人間からするとね。うん。でも幼児山本がなんか映画多分「都市とモードとなんたらかんたら」っていう映画で言ってたと思うんですけど、アートに比べ美術とかアートに比べてファッションが軽く見られるっていうのはすごい僕は嫌だなみたいなことを言ってたんですようんね。うん。で美術とファッションの違いって何かっていうことを考えた時に、美術も今はかなり商業化されてるんで、今はもう変わんないかもしんないし、むしろあっちの方が投資の対象とかにされて、むしろ資本主義と結びつきすぎてんのかもしんないけど、なんか商売とかと結びつきすぎると軽く見られるっていうのがあるのかなっていうのが一つと、うん。あと日本の場合だけかもしれないけど、大学で研究最近はされてきてるけど、やっぱりあんまりなんだろう、ファッションの大学っていうのがね、うんうん。もうモード学園さんとかが大学になったりとかしてるけどないっていうのが一つと、文化女子があるじゃんって言われてるそうかもしれないけど、基本的にないですよね。芸大ってあるけど国立ではないんじゃないかな。あるのかな、ファッションやってる科はあるかもしれないけど、おそらくうんうん学校でファッションうん。の大学みたいなんで国立の大学って多分ないとうんう思うんですよね。ん。でもう一個は大学でだからそう大学にないってことはそれを研究されてないっていうか、うんうん。がっつり研究してないっていうか、そうですね。あと人文系の人たちがファッションに対して若干辛辣 うん。なんかこれあんま僕がもう好きな人だから名前は言わないですけど、ある評論家の人が書店を出すんですよね、その人がプロデュースした。うん。でどんな本を置くかっていう時に、おしゃれなファッション誌とかは絶対俺は置かないしみたいなこと言ってたんですよ。ああ。だからなんかおしゃれとか洋服とかみたいなことに対して多分日本だけだと思うんだけどね、うヨーロッパは多分違ん。うと思うんですけど、うんうん。なんとなくこう距離を置きたいのかなと、そういうそうですうーね。んメトロポリタン美術館とかはね、毎回ファッションのね、そう展示やっなんです。てるし。でイエール大学出版とかもファッションの本いっうん。ぱい出してるんで、僕イエール大学と思ってなかったんですけど、イエールって書いてる本 ああ。なんかどうやらそうらしいっていうのうを知ん。ったんですけど、だからそういうのもあって、もうその幼児の言ってたことの解決としてはもうファッションってことはあんま使わない方がいいのかなって、服飾って言ってた方がいいのかなみたいああ、なるほど。まあ、な。日本の中だけの話ですよね。そのそうでファッショすね。ンが和製英語になってるっ多分ていう感じそうだと。があって。もちろん研究してる人ね、鷲田さんとかうん鷲田誠一うん。さんとかいっぱいおられるし、いるんですけど、なんか全体としてはあんまりされてないなみたいなうんうことん。もあり、だから日本語でカタカナ語でファッションっていう時にすごくこうなんだろうな、軽薄なものだと見られると。見られてもいいんですけどね、別に見られてもいいけど、なんかやっぱちょっとそういう感じでは作ってないんだよっていう、うんうなんん。かこう主張をちょっとだけしたいなと思って、広い意味でもうファッションも含めた全体として服飾っていう言葉を言ってるわけなんですよね。そしてもう一つの理由が謎の核心部分なので、なるほど。で、その謎をね喋る前の前提として、うん。民芸とアーツクラフトっていう
運動みたいなものをちょっと、うん今日は紹介していきたいなと思いまして。運動なんですか？運動ですね。民芸うん運動って言ったり、アーツクラフト運動って言ったりね。ほうほうほう僕どうしてもアーツクラフトって言っちゃうんだけどアーツクラフトらしいんでね。ああ、なるほど、うん複数形なんですね。複数形らしいんで。なるほど。じゃあまず民芸の方から。民芸ね。民芸っていうのは、柳宗悦っていう人がうんもともと宗義だったかな。なんかでも海外の、本とかでもは宗悦って書いてるんで、うん宗悦でいいんだと思うんですけど、うんさんが1920年代に提唱したなんかこう民衆が作ってるしかも使ってる実用品の中に美を見出そうみたいな、なるほど。こっちに本当の美があるんだみたいなうん運動で、例えば日常的に使われてる編んだカゴだったり器だったり、そういうものからこうなんていうのかな、美が本当の美はそこにあってみたいなな話を。るほど。美しいものを作ろうと思って作ったものじゃなくて、そうですそうです。日常を使うために作ったものの中に美があると。その通りです。でこの民芸の芸は難しい感じですね。民芸の芸はね、うん難しい漢字で使われてることが多いんですけど、民芸館とかいうのにあーなん確かにか時は普通の芸で書かれてるとこもありますね。あとはでどっちでもいいんですかね。どっちでもいいんじゃないかな。でも多分ね、このいわゆる柳宗悦的な民芸っていう時はこっちの難しい方を使った方がうん明確に伝わるんじゃないかなと思います。はあはあ、なるほど。でこれが民芸。民芸、うんで万博に民芸館っていうのがあるんで、万博っていうか新しくない方の万博70年代万博の、はい太陽の塔の方。70年代60年代、70年ですね。太陽の塔太陽の塔の方にうん民芸館ってあるんで、うんうんまあそれも関係してるんですよね。うんうんでこの中でまあいろいろ定義があるんですよ。うんだからなんかかなりこうラディカルっていうかこう厳しい定義とうん厳しくない定義があるんで、うんで僕の服作り自体もどっちかというと民芸的なんだなと思ってて、厳しい方の民芸って言ったら民芸じゃないけど、なるほど。で民芸のね一応こう定義みたいなのをねうん言うと、はい一応民衆が作ってるみたいな。一民衆が作ってる。でもなんか日本に民衆以外いんのかとは思いますけどね。まあ巨匠じゃないっていうことかな。まあで20年代で大正だから、大正はまだ多分貴族みたいなの、とか家族っていうのがいたんで、その分けが住み分けっていうのがあったのかもしれないですね。あと日常利用、日常利用、鑑賞するためじゃないってことですね。もう使ってる、毎日フルで使ってて飾るものではないということね。そうね。飾るも一応鑑賞になるのか使用なんのかな、どうなんだろう。そこら辺はちょっとまあでもカゴとかですよね。カゴとか想定してるのはね。ただ花を生ける壺とかどうなんだろうな、そのあたりは。でも花を生けてたら使ってるから、なんか仕様っぽいですね。だからこの辺の定義も結構曖昧っていうか、本当は曖昧じゃないのかもしれないですけど、僕たちはもう曖昧に多分、僕のお前だけだろって言われるかもしれないけど、あとは無名。3番無名、多分これって権威があるかないかっていう住み分けだと思うんですけど、無名の作家が作ってるっていうか、無名の職人が作ってる、作家って言い方もダメだな。作家っていうとなんか実用からちょっと離れたイメージがあるんで、だから田舎のおじいちゃんとかおばあちゃん、誰も知らないおじいちゃんとかおばあちゃんが自分のために作ってるみたいなイメージですね。そうですね。はい。あとはこれ手仕事。なんかもうなんかマシーンでガンガン作ってるじゃないみたいな。なるほど。織り機使ってないみたいな感じだと思います。まあ織り機はギリギリいけんのかな。でもなんかこう機械でガチャガチャやってるとかそうやってるから、でもそれも多分時代によって多分今はミシンが出てきてるから、ミシンよりがいない時代は多分それは手仕事じじゃなかったんじゃない。そうかもしれない。そういうのあるかもしれない。確かに。あとカビや装飾を極度に避けた、簡素で健康的な美しさ。多いな。これ難しいな。ここ健康的かどうかなんてでもね分かんないっていうか、人によるだろうって思うんで、まあ100年前の人がね考えた定義ですよね。で、1920年代ってどういう時代かっていうと、大正デモクラシーとかもあるし、
あとは権威みたいなもの、美術業界でいうと、これはある美術家の人が言ってたんで、僕美術に詳しくないんでそのままその人の言ったこと言うと、やっぱ明治時代に近代化しないといけないっていうので、西洋の制度をいっぱいちゃんと取り入れたんですよね。うんそうじゃないとめちゃくちゃにされるから。うんうんでその時に美術みたいなものもちゃんとこう制度化したっていうか、うんうんだから大学とかもできたのもその時にできたか僕ちょっと分かんないですけど、うんまあ割と早い段階できてるはずなんですよね、まあ美大みたいなもの。西洋美術の枠組みを輸入したそう、そ感じ。の中に日本画とかもちろん外国のうんね、絵も入れたりとか、絵っていうか美術も入れたりとかする、まあ掛け軸とか、日本の文化も入れてってことですね。でその西洋化する制度を作るっていうこと自体がもうほぼ権威を作るってことを、なんていうかな、権威が自動生成されるんで、まあなんかそれに対するアンチテーゼみたいなのがあったのかなと思うんですよね。この定義を作った方の。そうですそうです。なんだっけ、柳宗悦さん。柳井さん。はい。でっていうのが一つと、もう一個は、工業化によってプロダクトみたいなのがだんだん出てくるので、固有性みたいなことも多分作品の固有性みたいなこともあったと思うんですよね。その2つだと、だからなんていうかな、いわゆるこうさっき言ってた中のどれだっけな、日常使いみたいなんでも、工業製品でも日常使いじゃんと思うかもしれないけど、そことの分け隔て方っていうのは多分固有性だと思う。手で作るっていうことは同じものができないってこと。一点物っていうこと、やっぱり同じようなものを前に作ってる人でも一個一個やっぱ、全く同じものはできないじゃないですか。なるほど。祭りのピッチが本当にピッチ同じようにはミシンで縫うように同じようにできないみたいなものでっていうのがあったと思うんですよね。なるほど。これが民芸運動ね。なんかこれ皆さんもっと詳しくいろいろ書かれたものがたくさんあると思うんで気になった人は民芸調べてみてほしいんですけど、例えばだから、この三津穴熊服飾図書館に置いてある、この館長が作った机は民芸品なんじゃないですかね。これ今の定義でいくと、民芸品じゃないかな。対して一点物で無名でそうですね。これっていうことですね。そう民芸品、だからなんかこう、DIY とかやってるのも民芸品なのかもしれない。なるほどね。でも美があるかどうかは分かんないですけどね。でもここに見出していく、みんなも見出してほしい。で似た運動に最初に言ったアーツ&クラフト運動っていうのは、でこっちは民芸よりちょっと先にできてて、ウィリアム・モリスっていう人が作ったのかな。こっちはもっと僕にとっては分かりやすいから、実際めっちゃ研究してる人はもうそんな簡単じゃねえよって言うかもしれないけど、なんだろうな、日常美術品とか工芸品を日常の中に入れましょうっていう、こっちの方がより工業化に対するアンチテーゼとして強いかな。なんか産業革命の後ぐらいですよね。そうですね。産業革命がもうどこまでを産業革命で切るかって難しいんですけど、起こった直後ぐらい、起こった割と円熟してるぐらいじゃないですかね。時にまずなんか大量生産みたいなのが起きて、そこでなんかボリスが言うには、なんか粗悪品となんか美的に悪いものばっかりが出回ってるっていう、ね、そんなのばっかり使ってると生活豊かにならないっしょみたいな、なんか物質的豊かになってもなんかこういい感じにならないっしょみたいな。だから、最近の人だと、その機械で作ったものの方が精度がいいからちょっとイメージできないけど、昔はそんなに精度は良くなくて、モリス的にはそうだったし、実際も品質はねやっぱりまだ手仕事の方が上だったんじゃないのかなと思うんですけど、でそれを日常の中に取り入れてって豊かななんか生活の質を向上させますよみたいな、若干インテリというかこうブルジョアチックな話なんですけど、そういう運動がアーツ&クラフト運動ってこっちの方が分かりやすいんじゃないかな。なんか産業化の工業プロダクトに対して、なんていうかな製品っていうか製品じゃないな、作品を
日常的に使っていこうぜみたいななるほど。話なんで、だからアーツクラフトは別に有名な作家が作ったものでもいいんだ。いいと思いますね。なるほど。あ、こっちの方がシンプルですね。シンプルですね。で、民芸運動を作った柳さんは、アーツクラフトのマネジャンって言われることをすごく、マネジャンって言われることは誰でも嫌うと思うんですけど、似てるよねって言われるとすごい嫌だったみたいです。ああ、そうなんですか。似てないって言ってた。似てるけどな。ね、だからスーツの形が似てるとかに近いんじゃないかな。なんか50万するスーツも青山で買ったスーツも、スーツに興味がない人から見るとめっちゃ似てるっていうので、それよりももっとこう深く作った本人だからね、深く見れるから、いや違いがはっきりする、違いが分かりすぎるっていうのがあるのかなと思うんですけど、僕もめっちゃ似てるなと思いますけど一応民芸の方がだから無名の作家とかもっとなんか日常に近いようなイメージですね。そうですね。ただ民芸の批判に、だから民芸っていうもの自体が若干権威を持ってるから持ち始めたっていうか、民芸って最初はねそうでもなかったのかもしれないけど、もうやってるうちになんか民芸品だからいいみたいな風になりそうじゃないですか。なんかだからなんとか塗りとか、なんとか雑誌とかはもうだんだんその権威になってきちゃったってことですかね。そうですね。でこう民芸品をこの柳宗悦さんがやった民芸運動の一環として民芸品を集めた何かをやりますって言ったら、そういうの好きな人は集まってきますよね。それ自体がもう権威だから、そこに出したら民芸品として認められるみたいな感じになっちゃうよね。だから民芸ってなんか生まれた瞬間に消えていくものな気もするんですよ。見つけられた瞬間一瞬しか見えないみたいな確かになんか見つけられてこの作家いいってなった瞬間にもう民芸じゃない、民芸じゃなくなるみたいな、なんかハードな定義だとですけどね、もう今ではもうちょっと緩いのかなとは思うんですけどね、今本当にネオ民芸みたいなのもあるらしいんでネオ民芸だったからなんか新しい民芸みたいなのあるから、だから僕もだからどっちかというと服作りにおいて、若干民芸的な、民芸とは言わないですよやっぱり、民芸的な作り方をやってるんですよね。確かに今の話をこうファッションに置き換えると、ファッションって言っちゃダメ、こう服飾に置き換えると今の話を服飾に置き換えると、だから服飾業界はその工業的ですよね、すごくそのアーツ&クラフトとか、産業というか工業というか、民芸とかがこう敵視したというか問題視したような感じで、その工業的にすごく同じデザインのものをこう大量に毎年毎シーズン作って、でそれを流行にしてみんながそれについていくみたいな感じの流れで、でその館長が言う民芸系っていうのは、一着をじっくり着るようなスタイルっていうことですかね。だと思うんですけど、僕もだから自分自身がファッションって言葉あんま使わない理由も、あんまファッションしてないなとも思ってるんですよ、毎回同じ服じゃないですか基本僕そうなのなんか同じシャツをいっぱい持ってるとかじゃないですか。で破れたらまた新しいの作ったりとか。ただ今回ポッドキャストでこれ喋るにあたって、破れたとこをどんどん差し子とかして、でなんだろう5年とか10年とかかけて、違う服を作るって変ですけどオリジナルになっていくみたいなのも面白いのかなって今でもないけどこのポッドキャスト喋るって時に考えて、どんどん継ぎはぎとかしながらやってった時に、なんか昔で言うボロとかあるじゃないですか、東北のああいう差し子してってどんどんこう、ああいうのが自然最初に作るんじゃなく自分で作っていくみたいなのも面白いかなと思って。なるほど。私がね寄付したカンタ刺繍の本とかもまさにそうですよね。インドだったかな。インドだったかな。なんか古いのね、布をこうもう何枚か重ねてそれで刺繍していってもう一回使うっていうのを繰り返していくっていう、伝統なんてそれこそ民芸ですよね。刺繍自体がね、こう擦れる部分に施すっていうスモッキングとかもそうですけど、あれも擦れたり破れたりするとこの
最初にもうやっといて補強するっていう意味もあるんで、うんそういう意味では刺繍とかスモッキングみたいなのもあれば刺繍でいいのかな、スモック刺繍っていうぐらいだから、あれもだから民芸なのかもしれない。館長の作ってるそのスタイルとしては民芸っぽいっていうのはそういうところなんですよね。そういうとこだと思います。そうですね。だからこれなんか難しいとこなんですけど、一回こうどこかに営業に行った時に、あるブランドさんのアトリエにたまたまあったんで、なんだこの扉と思って入ってたら、割と今は本当に有名になった人のブランドのアトリエだったんですけど、勝手に入っていくのもどうかと思うんですけど、その方が言ってたのに、ブランドとして説得力を持たせたかったらコレクションをちゃんとやった方がいい。年2回の春夏秋冬をちゃんと、別にファッションショーっていう形式じゃなくていいから、発表っていう意味でのコレクションをやった方がいいって言われてて、そうじゃないければ作家になる。なるほど。その時はあんまりピンときてなかったんですけど、それの意味が確かに、今日の話で多分明確に伝わってるんじゃないかなと思うんですけどね。専門学校の時に、その作品を作りたいのか商品を作りたいのかっていう話はしてて、やっぱり学生が作ってるのって作品なんだけど、卒業して就職したりとか、ブランド立ち上げたりとかして作るのは商品なんですよね、っていうところですよね。そうそう、だからその本当にファッションやるんだったら、狭い意味のファッションですよ、カタカナ語の狭い意味のファッションやるんだったら、コレクションちゃんと毎シーズン年2回、そうじゃないブランドもあるんですよ一応、アルチザン系のブランドとかだと、一点物とか、2年ぶりにコレクションやるんだみたいな、ファッションショーじゃなく単にコレクション発表っていう意味で、2年ぶりにコレクションやるんだ、メンズブランドとか多いですけどね、だからそういうのもあるから一概には言えないけど、やっぱ年ちゃんと2回春夏秋冬にシーズンコレクションやるっていうのがやらないと説得力を持たせれないって言われたんで、確かにそのファッション業界としての、そのなんかこうセオリーというか、そうですね、それをすることによって、信頼ができるという感じになるわけですよね。そうですね。でそのサイクルで動いてるんで、おそらくセレクトショップとかやられてる方も、バイヤーさんがね、バイヤーさんもそのサイクルにやった方がビジネスしやすいんだと思うんですよね。そうですね、お店とかもそのタイミングでね、セールしたりとかするわけなので、だからそこがだから自分自身がファッションしてないなって言ったらそういうことです館長はだからどっちかっていうと作家なんですか？作家、僕的には作家だとは思ってないんですけど、なんかオルタナティブの別のサイクルがあってもいいのかなと思って模索し続けてるんですけど、なるほど、なかなか、単にお前服作るのめんどくさいだけだろって思われたる可能性もありますけどね、最近のあれだと。その一着気に入った服を作って、破れたら、刺繍して直してとか言ってもどんどん作っていくっていう、そうですね、仕上げていくというか、年月とともに。そうですね、今回、だからそれはまだやってないんですけど、今後そんなんやっても自分の服で一回試してみてやっても面白いなと思ってますね。だからね、僕がね、だからファッション的じゃないっていうのはプロダクトを作ってないからなのかもしれないですね。プロダクトと本当はプロダクトと作品の中間を作りたかった、中間っていうか、間を作りたいんですけど、どうなんだろうな、だからそこら辺かなそこら辺中間領域みたいな感じのことをやりたいと思ってやってるんですがね。でなんか自分の服の宣伝になっちゃったらまずいな。いや、いいんじゃないの。大丈夫ですかね。でもファッションじゃなくて、あえて服飾っていう言葉にしてるのはそういうところ。そういうとこです。服飾の方がこうファッションを包括してるイメージで。民芸っていうのはね、さすがにおこがましいんで。三つ穴熊民芸服飾図書館長いし民芸図書館で言うとなんか別のなんか意味持ちそうだしね。確かに、民芸的な意味を含みたいと。そうです。だからかわかんないですけど、僕基本的に同じものを同じ服を
めっちゃヘビーローテーションで着るんですようんね。うんだから同じ服装の時多くないですか多分。多いですね。多いでしょ。多いですよ。私もまあどっちかってうん。いうとそうなんですけどね。だかで、らそうで破れたらうん新しいの作ったうんり、うんこれを実用っていうか分かんないけど、新しい服を着たくなった新しいスタイルを着たくなったり着るシチュエーションができた時にまた作るって感じなんですよね。なるほどね。パーティーに呼ばれたから作る。作る呼ばれなかったら永遠に作らない作らないみたいなだから前感じですね。日に呼ばれたら作れないけどね。いやそこは徹夜で頑張る。徹夜で頑張る。修羅場で。だからまあ同じ服着てるんですよね。なるほどね。同じ服着てるって言ったらどこそのスティーブ・ジョブズさんも同じ服毎日着てたけどああいう感じとちょっと違いますよね。でも確かにどこぞのスティーブ・ジョブズさんは三宅の服一世三宅の服を着てたんですね。上はなんかね上が多分そうで、うん下がなんかジーンズジーンズリーバイスリーバイスがなんかそんな感じのやつだから、まあ一応大量生産のそうですね。服をうん毎日同じ大量生産の服をそう着てた。着てた。三宅はどうなんだ。三宅大量生産って言って怒られないかな。まあでもプロダクトだよね。そうですね。プロダクトだとプロダクトだよね。めっちゃプロダクトですよね。めっちゃって言ったら怒られない。でもめっちゃなんかいい意味でめっちゃプロダクトだと思う。そうめっちゃプロダクトだと。あれうんは一応ノームコアスタイルだよね。ノームコアっていうスタイル。ジョブズさんはノームコアになるんじゃないかな。だから例えば思考をこう服装を選ぶのに取られたくないかあらあ言ってたね。毎日同じ服を着るっていう後付けだと思うんですけど、でも本当にそうなの。大統領とかそうらしいですけどね。ああなるほどね。大統領ノームコアじゃあノームコアなんじゃない。アメリカでもトランプ。シンプルではない。あでもシンプルっちゃシンプルなのかな。そうね。赤いネクタイね。ノームコアについてもね一度どっかでまあそうね。しっかりやってみたいなとは思うんですけど、民芸ではないってことは、民芸ではないか。そうまあ同じ。まあでもそうね着てるのが一点物ではないものね、まあもはやジーンズって一点物になりかけるけどね。そうねなんかそれこそさっきの刺繍の話じゃないけど、ヴィンテージみたいなそうもはや一点物に大量生産がさ、進化していくのはすごい面白いですよね。古着確かに自分たちで作っていくっていう意味では、作られたものを買ってたりもするんだけど、作られたっていうのは意図して作られたわけじゃなくて、っていうことは一点物だからプロダクトの、を作品にするっていうか民芸っぽくするっていうこともやっぱ着て古くしていくってことが民芸的なのかもしれない。かもしれないです。なんか深いすごい適当に言ったけど深い。そうですね確かに、いい話になっちゃったよ。いい話になっちゃった。じゃあ最後ちょっとなんかくだらない話で終わりたいんですけど僕もね昔ねノームコアだったの。ノームコアではなかったはずなんですけど毎日青いワークシャツを着てたんですよね。で専門学校時代ですよ。だから周りの学生から、あいつってなんか同じ服着てないって陰で言ってたんですよね。噂されてたの。噂されてて、で本当毎日同じ服だよなって言われてて、でもある日ね誰かやっぱファッションの学生ね服飾の学生だから、目ざとくでもあれってよく見たら毎回微妙に違うんだよって誰かが言い出しててでもさ、半袖の時と長袖の時があって、長袖とかもあるしとか言ってて、それは普通に気づくだろうとか思ったんですけどそう言われてたから僕ももしかしたら成仏的な立ち位置だったのかもしれない、学生の時は。でもそれはさ毎日違うこだわりを持って違う青いワークシャツを着てたわけでしょ。いやこだわりはなかったかもしれない。なんでそんな大量に持ってたの。なんでだろうな、なんかもらったとかだったんじゃないかな自分でこだわって青いワークシャツが好きだからコレクションしてそれを着てたわけじゃないの。いや青いシャツは好きだったんですけど、ああいうワークっぽい青のシャツ好きだったからわかんない。それもだから同じものを着たいっていう欲求が現れてたのかもしれないですね。どういうこと。だから似たものを毎日着たいみたいな。やっぱジョブズなのかな。ジョブズではないけど。ではないんじゃない。なんか、そうかその民芸につながってるんじゃない。民芸につながってそう。でもファッションの学生だから、一応毎日違う服着なきゃみたいな先入観っていうか、まだあったんじゃないですか。なんかやっぱり毎日同じ服着てるっておしゃれじゃないみたいなイコールだったじゃない昔って。あとシャツは
素肌に来てたんで、うん洗わないとさすがに臭くなるかなっていうのもありました。でも同じ種類のやつをこう揃えてもいいわけじゃん。確かにそれこそジョブズみたいに。確かにでもやっぱ若干こう違った変化を加えていってた、まあ古着だったからっていうのもあるかもしれない、あとそれ着て、うん動物園っていうかこう触れる動物園みたいなとこに行ったら、うん子供に飼育員さんと間違われて触っていいですかって聞かれたことがあったなと。でもその服装って TPO がありますよね。そうだからあるあるそういう話もねまあるたどこかでそうね。できれば、私も黒いスーツ着てさ、うん葬式行ったらさ、式場の人に間違えられたよ。遺族なのに遺族というかそう親族なのに弔問客なんだけど弔問で行ったのにそうでも女の人ってなんか割とセットアップのさ確かに割と真珠のあれとかつけたりとかね。アクセとか私アクセつけないから、うんアクセつけずにシンプルな黒のスーツで行ったら完全に式場の人だった確かに式場の人はねズボン履いてるあそう率がそうそうそうかなり高い気がする、うん動きやすいんでね。すいませんトイレどっちですかとか言ってまあその辺のなんかうん見た目と、うんなんだロールというかなんていうの、そうだねそれについても面白いね、面白いんでまたどっかで話せたら。他でじゃあ、はいまあ今日はこのぐらいで。図書館ニュース今日はなんかちっちゃい声の蚊の鳴くような声でいきましたけどはい今回の図書館ニュースは何ですか？そうですね図書館ニュースなのかどうかわかんないですけど僕の SX うんでの使い方がちょっと変わったっていうか、おうそれはポップアップをやったじゃないですか。うんでやっぱ集客って難しいなと思いまして、あらなんならこの図書館の集客も全然難しくてうまくできてないですが、まあ集客って難しいなと思って少なくとも人にリーチするっていうとこも難しいなと思ったんですよね。なるほどうんそうね知ってもらわないと、そうなんです。まずねまず判断できないじゃないですか、そうね知ってもらわないと。うんで今までは本当にいいと思ってたりうんなんか目についたやつをリツイートとかしてたんですよね、いいねとか。集客が難しいなと思ったことにより結構イベントごととか積極的にリツイートしていこうかなと。なるほどだから今までだからなんかリツイートしたやつは別になんか本当にいいと思ってないだろお前とか言われるとあれなんですけど、あんま見てなかったのはあったんですよ X と最近、インスタをいっぱいやってたんで、でもただでできて、ファッションとか服飾産業みたいなものを盛り上げたいんだったら、盛り上げたいって思ってるんだったらただでできて指一本でできるんだったら、少なくともそれぐらいやった方がいいのかなっていうちょっと。なるほど。館長のリツイートのフィルターをちょっと軽くした、そう軽くしたかもしれない。あともう一個はやっぱり特にインスタなんですけど、インスタってリツイート機能みたいなのがないじゃないですか、ないからっていうのもあるけどやっぱ広告がやっぱ強いんですよね。そうですね、広告打たないともうなんとなく広がらなくなってるっていうのもあるんで、その中でもやっぱりこうアクションがあるものは広げようとするっていうアルゴリズムは多少働いてると思うんで、そういう面でも積極的にちょっとでもいいねと思ったら押していこうかなという。なるほど。僕も大人になりましたよ今回丸くなった丸くなりました本当に。なんかプロダクトも大事いいなと思ってますそうね、まあ100均とか好きでしたからね、昔から。まあだからファッション業界とか、服飾業界で、個人とか小規模でこう頑張ってる人を応援していこうっていうことですね。そうです。なんか広告売ったらそりゃ早いけど、そのお金をもし使うんだったら余ったお金でもっといいものを作るか、もしくはなんかこう工場さんに発注してるんだったらそっち側の工賃上げたりとかに使ってもらえたらなと。広告費よりも広告費よりもなるほどねっていう感じで、そう
館長がリツイートするからそう任せろと。そんなに影響力ないですけどまあなんかそういうのが広がればいいなみたいな。でもこれで服飾関係のやつらがみんなリツイートしかしてないみたいなことになるのもなんかまずい気はするんですけどなんかタイムライン全部リツイートみたいなもうまずい気はするけど、まあなんか1日何個かは絶対でもないけどなんかイベントごとが目についたら積極的にやっていこうかなと、思ったっていうことがなるほど。図書館ニュースです。はい、だから図書館のリツイートもしてもらってそうですね、図書館のリツイートもしてもらっみんてな気軽にね気軽にしてもらって、神戸ファッション美術マートの図書館よりもちっちゃいですがやってもらってそんな感じで図書館ニュースでした。はい。他にあります？他に個人的にニュースとしては僕焙煎とか最近料理にすごい凝っててお菓子作りと、でずっとまあシフォンケーキを焼いてたんですよ前、あとパンも焼いてて、で今コーヒーの焙煎をやってるんで。前なんか3時頃に来たらコーヒーくれるって言ってましたよね。言ってましたね。コーヒーを僕が焙煎したやつを出そうかなと思って。バージョンアップした。バージョンアップ、で意外に美味しいと思います。なるほど。素人がやったには意外に美味しくて、ちょっとだから批評してほしいな。テイスティングしてほしいの、僕のコーヒーを哲学的な用語を交えていや哲学的な用語を交えなくていいですよ。嘘で冗談ですよ。刑事上学的に刑事上学的に刑事上学的にコーヒーを、まずいとか言われてね、もっと分かった。まずいよ、もっと難しい言葉で言うそんなゲームある？美味しいんでしょ？結構美味しいと思う。エリグリさんあんまコーヒーね苦手だっていうか、飲めないのであんまり飲まないけどあれですけど、飲みたい人はね言ってください。でシフォンケーキ、夏はもうシフォンケーキ持ってこないですけど危ないんで、危なくないと思うけど夏に暑くなる前とかはシフォンケーキがある日だから僕のインスタを見てくれれば焼いた前のその日か前の日にストーリーに上がってるので。シフォンケーキ以外作らないの？クッキーとか。いやそれがね、クッキーはね実はねシフォンケーキをもう極めてしまったんで、なんかこれパティシエとかに言ったら怒られると思うんですけど、僕の中では形式上学的にはとかって嘘極めてしまったんで納得しちゃったのね。そう次はクッキーかなと。なるほど。はい、じゃあ今月はこの辺でおしまいです。 YouTube では服飾に関する動画も作っていますのでそちらもぜひご覧ください。来月の開館日は Instagram、X、Google マップでお知らせしています。はい、 X でもバッチリ？ X はそう図書館の情報あんま書いてない最近。そうなの？一応運用を分けたんですよ。あら。でも開館日は書いてます。開館日は書いてる。だから大丈夫かも。リツイートマシーンとかしてるわけ？リツイートマシーンとかしてるわけでもないんだけど、じゃあ最新は Instagram か Google マップそう見たらいいですか？そうですね、そっちにしてもらおう。で補足的に X をはい見ていただけたらという感じですね。そうです。 X はどんな運用にしてるんですか？一応なんかね服飾のなんかこう技術的なことをやろうかなと思ってたんですけど、最初はそれとか本の紹介で始まったんですけど、最近はシフォンケーキやコーヒーの焙煎やカフェみたいになってます、ね、そう怒られるやつだ。なんか分けてとか言われるやつですね。でもあえて分けずにやっていくのね。分けずにカフェとか、万博はカフェみたいになってます、なるほど。だから X はより館長のパーソナルな情報があるっていう感じですね。そうですね、そうしようかな。わかりました。はい、じゃあ開館日は Instagram か Google マップを見ていただいてお越しくださいね。服飾関係の方も服飾関係ではない方も三つ穴熊服飾図書館にどうぞお越しください。さようなら。さようなら。